こんにちは、ラッドミュージックスクール学長の瀬戸です。今日はですね、サックスのサブトーンの出し方をね、やっていきたいんですけれども、過去にこのチャンネルで何回かね、サブトーンの話をしたんですけれども、どうしてもですね、僕もレッスンとかしてると、生徒さんがなかなかサブトーンが出ないと。特にこのアルトサックスの生徒さんはですね、なかなかサブトーンが出ないってことで、いろいろ僕説明はしたんですけれども、説明の仕方が曖昧だったかなとも思うので、今日はですね、ものすごく細かく、なおかつすっごい分かりやすく、サブトーンの出し方をね、説明していきたいと思うので、聞いていってください。で、今日ね、このリードを使うので、すごい色も塗ってあってね、すごい分かりやすく説明をします。はい、じゃあまずサブトーンって何なのっていうことなんですけれども、まだサブトーンのことそんな知らない人もいると思うので、実演していきますね。まずは普通の音を弾いて、その後にサブトーンを弾きます。同じフレーズ弾きますね。で、普通の音っていうのが正しい言い方かどうかは別として、やってみましょう。はい、じゃあまず普通の音からいきますね。超低音部分で弾きます。弾きます。はい、じゃあ次にサブトーンですね。同じフレーズを弾きます。はい、違い分かりましたか？このシュワ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 っていう音がするのがサブトーンですね。このシューという空気の音がね、半分混じったのが、サブトーンです。サムネに書いてあったこれでもダメなら〇〇しろって書いてあったと思うんですけれども、まずそっちを先に説明してしまいます。はい、でこのサブトーンの出し方は後で説明するんですけれども、このサブトーンを出すのに絶対条件がありますので、まずそっちを先にね、説明しちゃった方が手っ取り早いと思うので、そちらを説明します。はい、まず正解はですね、サブトーンを出したいのであれば、マウスピースとリードのセッティングですね。もうこのチャンネルでも何万回も言ってると思うんですけれども、そのぐらいこの機材のセッティングっていうのがもうめっちゃくちゃ重要なので、それが大前提です。で、毎回言ってますけれども、マウスピースはもちろんハイバフルであればあるほど、こういったサブトーンとかグローとかいろんなものがかけやすくなります。そしてリードですね。リードはあくまでも柔らかいリードをつけましょう。柔らかいっていうのはどのぐらいかというと、僕の場合は緑の2半なんですけれども、硬くても3までじゃないかなって僕は思います。なぜかというと、こういったサブトーンとか、もしくはそのグローとかいろんなテクニックをかけるのにですね、リードが硬かったらコントロールが効かなくなるんですね。まずそれが大前提です。で、僕が使っているマウスピース、これバンドーレンのね、ジャンボジャバなんですけれども、ものすごい、こういったサブトーンとかが効きます。なので概要欄にね、また貼っておきますので、興味ある方は僕のマッピね、ちょっと見てみてください。はい、じゃあ早速ですね、やり方ね、非常に簡単ですが、分かりやすいようにね、写真で説明しますので、やり方を見ていきましょう。はい、じゃあ初めのね、写真を見てください。はい、じゃあこれですね。向かって左が普通と書いてあって、向かって右側がサブトーンですね。このように、この黒いマジックで色をつけた部分は何を表しているかというと、実際に自分の下唇が当たる範囲です。はい。で、これなんですけれども、こんなに唇ってつくもんなのというふうにですね、思われる方もいらっしゃると思うんですけど、これぐらい、そのべちゃっとですね、リードに下唇が設置するはずなんですね。これよりもひょっとして多いかもしれません。普通の音を弾いたとしても、サブトーンを弾いたとしても。はい。で、これをね、拡大してみましょう。拡大するとですね、何が違うかというとですね、普通の音を出すときの、唇の一番手前側の、一番下側かな、下側のその唇が設置が始まる部分っていうのがですね、サブトーンに比べて普通の方が深いわけですね。
で、サブトーンにするときはどうすればいいかというと、ですね、このリード、これ見えますかね、リードをこうやって下唇をつけたときにですね、サブトーンにするときはこうやってロールをさせるわけです。ロールさせて手前に持っていく。その結果、この写真にあるように、手前の方に全体的に下唇が来ると。これが、イメージで言うと非常に分かりやすい説明かと思います。それで実際にサックスを加えたときにですね、今度はこの実際のマウスピースでやってみますけれども、普通に構えたとき、普通の音を出すときが、こういう感じだと、仮定するとするならば、このサブトーンを出すときに、顎を手前に引かなきゃいけないんですよ。こんな感じで引きますよ。せーの。こうです。せーの。実際にこうやってなるわけですね。はい。こうやることによって、顎をってやると、唇が手前に来るわけです。なので、先ほどの写真の、ようにですね、黒い接地面が手前に来るはずなんです。そして、もう一点ですね、さっき赤で囲んである点々のところですね、赤い丸で囲んであるところ、サブトーンの先端部分、もうギリギリまで下唇が接地するはずです。もしくはほとんどもうカバーしてしまうはずです、サブトーンにすると。そうするとですね、非常に何が起こるかというと、2つありまして、音が出づらくなるんですよ。なぜかというと、このリードの震え、このバーってリードの震えを制御するからなんですね。リードがあまり震えなくなるんですよ。手前に持っていけばいくほど。なので、息が入りづらくなるという錯覚を起こすんですね。なので、その時には思いっきり2倍ぐらいの息を入れてあげると。思いっきり息を入れてあげるっていうのがコツの一つ。そしてもう一つのコツなんですけれども、こうサブトーンをするとわかるんですけれども、ピッチですね、音程が低くなってしまいます。なので、それも音圧、音の圧力で、こう、ピッチを強制的に元に戻してあげるという、この2点がですね、結構難しい点なので、それがコツですね。で、実際に僕がサブトーンとサブトーンじゃない時の顎の動きを、実際に弾いてみますので、見てみてください。僕がこうやった時は、おそらくサブトーンにいってると思います。いきますよ。はい、今こう顎が動いてたと思うんですけれども、サブトーンに持っていくときには顎を動かさないとやっぱ下唇のコントロールが効かないと。はい、それでもう一点なんですけれども、これよくある間違いなんですけれども、じゃあこの唇を普通の位置に設置させておいて、さあサブトーンやるぞってなったときに、この唇をこうやって動かしちゃいけないんですよ。よいしょって言ってこう。わかります。こう、よいしょってずらしてはいけないんですよ。どうすればいいかっていうと、ロールするんです。なので、実際にこうやってジュリっていうか、ずるって言ってはいけないんですね。なので、これをこうロールする。視点があって、このように回転させるみたいなイメージでやるのが正しいサブトーンの出し方です。なので、噛み直してはいけません。こうやってよいしょって噛み直すのはダメですね。で、この機材の話なんですけども、なんでこのハイバッフルを使わないといけないかっていうとですね、ものすごい理由簡単なんですよ。例えるならばですね、じゃあ軽自動車でポルシェを追い抜こう、フェラーリを追い抜こうって言っても、1000時間軽自動車を練習しても、1万時間軽自動車練習しても、絶対に勝てません。100% 勝てません。なぜかというと、おそらくポルシェとかフェラーリの方がですね、出力がものすごいあるからなんですね。なので、もうその機材、つまりこの場合で言うとマウスピース
がもうそれに対応してないとですね、もう絶対に音は出ないんですよ。そういったその特殊な音とかですね。例えるならば、皆さんからよく聞くんですけれども、練習時間が足りないとか、練習方法が何か間違ってるんじゃないかとか、何かコツがあるんじゃないかとか、そういうことをよく聞かれるんですけれども、僕はですね、まずこう言います。もちろんそれらもありますけれども、この機材がダメだったら、何万時間練習しても無意味だと。なぜかというと対応していないからですよ。軽自動車だからです。もうフェラーリに絶対勝てないんですよ。もう出力出ないんですね。なので、まずはこの機材がちゃんとしてないと、それらの練習時間とか練習方法、それからコツっていうのがですね、全く無意味になってしまうので、まずは機材です。もうサックス演奏、楽器演奏で何よりも一番重要なのは、機材です。もう機材、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 機材。もうこれだけでもう練習ほとんどしなくてね、例えば1万時間練習しないといけないと仮定すると、もうバッサリ半分ぐらいに切れちゃうわけですよ。なぜかっていうと、機材がそれを助けてくれるからということですね。なんかこの話僕 YouTube やってても毎回言ってるような気がするんですけれども、本当にそのぐらい機材っていうのはものすごい重要なのでね、ぜひ皆さんね、騙されたと思ってね、見直してみてください。はい。で、このサブトーンなんですけれどもね、低音部分の方でね、シュワーって言ってすごい渋い音をね、出していくテクニックなんですけれども、もちろんジャズとか、ポップスとかですね、そういった、ジャンルではもう必要不可欠な要素の一つだと思っています。なぜかというと、サブトーンをかけると、もういきなり音色が変わるからなんですね。なので、そういったコンテンポラリーミュージックをやっていく中でですね、一種類の音だけではなくてですね、何種類か音色をその場でこう変えていってですね、その色をつけていくっていうのも立派な演奏方法の一つなので、皆さんもね、ぜひね、練習してみてください。で、このサブトーンなんですけれども、どのね、テクニックでも同じかもしれないんですけれども、やっぱ時間はかかります。なんだろうな、仮にできたとしても、もう年数が経っていくごとにですね、気づくことがいっぱいあるんですよ。これはこうかな、これはこうかなって。僕もそうなんですよ。僕もサブトーンとか他のことをやっててもですね、今でも気づくことがたくさんあるので、すごくね、長い年月はかかると思うんですけれども、ぜひね、今日が Day1 だと思ってね、練習を開始してみてはいかがでしょうか。はい、そしたらサブトーンね、練習したくなったなっていう人はですね、いいねボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあまた次の動画で会いましょう。バイバイ。